こんにちは、グリプトです。半日前の深夜1時にですね、下落要因と思われる、米 PPI の結果と、あとベセント財務長官の利下げへの言及、またビットコイン準備金に関する発言に関してまとめましたけど、今回はそれ以外にですね、仮想通貨市場の方で何が起こってたのかを見ていきたいと思います。こちらの方でも若干ネガティブなものが多くなってますね。本日の主なラインナップはこちらになってます。それでは本日のポジネガファンダチャートなどをまとめてみていきたいと思います。ビットコインは現在11万8200ドルあたり推移してます。指標結果の方は前の動画でお伝えしたので省かせていただいて、で結局米株指数は戻ったもののですね、ビットコインだけ下値を更新した展開となってます。やっぱりベッセント財務長官の発言の影響が大きい印象がありますよね。で、ベッセント財務長官はその後 X にですね、自身の発言をフォローするような投稿をしてまして、連邦政府に最終的に没収されたビットコインはトランプ大統領が3月の大統領令で設立した戦略的ビットコイン準備金の基盤となりますと、さらに財務省は準備金を拡大するために予算に中立的な方法でさらにビットコインを取得する道を探り、米国を世界のビットコイン超大国にするという大統領の約束を実行することに取り組んでいますと、数時間前の火消しに回るような投稿をしています。で、現在若干回復しているのもですね、この影響もあるのかもしれないですね。あと関連株に関しては全体的に下落してるんですけど、ファンドの出たブリッシュとかテラウルフは比較的強くなってます。で、ブリッシュは上場後ですね、70ドルキープしてまして、デイリーでもプラス 9.7%。で、あとテラウルフも電力提供契約でプラス 59.5% と高騰してます。で、この提携先のフルードスタックはですね、Google から支援を受けている AI クラウドプラットフォームということで注目されています。マイナーはやっぱりこの AI 業界からも需要が生まれるのが強いですね。あと日本のトレジャリーではメタプラネットですね、前日の高決算を受けても900円台キープとなりました。で、ビットコインも下落してるんで、本日はね、さらに厳しくなりそうだなと思うんですけど、時間足では910円が一旦のサポートになっています。で、その下になると、最低行使価格の777円で、またその下の500円のサポートが意識される形になるのかなと思います。あと、ホッタマル賞も昨日ですね、上昇が止まった展開となりましたね。上値も更新せず終わってます。時価総額はまだ230億円ですけど、こちらもビットコインの下落を受けてですね、本日どうなるのか注目です。あと他ではトレジャリー企業に批判が集まっているのも話題になってまして、これは前から言われてますけど、最近アルトのトレジャリー流行ってますけど、かなり時価総額の低い企業がですね、アルトの財務戦略採用して、1日で数百%プラスになるとか、そういう動きがざらになってますけど、これにトランプ一家とか業界関係者が絡むパターンが増えてきてるんで、インサイダーなんじゃないかとか、市場操作なんじゃないかとか、議論がね、再浮上してるといった状況ですね。上がってる時はいいんですけどね、下がると、こういう反対派の意見が目立ってきて、最悪訴訟になるとか、そういうのがね、いつものムーブですよね。昨日の ETF は、現時点ではマイナス0.23億ドル相当、香港はまだ更新なしとなっています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 0.96%、829億ドル相当、オーダーブックの状況としては、下の11万7700あたりから目立つ状況となっています。今後の指標としては、本日、米小売、米鉱工業生産指数、8月19日に米住宅着工件数、8月20日にニュージーランド中期政策金利、FOMC 議事録などが控えています。生産も多くなってまして、米株との帳尻合わせで一旦戻る可能性もあるのかなと思うんですけど、さらに反発期待するならですね、米小売通過後の土曜以降にした方が無難なのかなと、個人的には思っています。で、4時間足ではサポート近辺、日足では、サポートが11万6000あたりなんで、まだ若干下に余裕がある形ですね。で、米小売は本日21時半となってますんで、それらの時間帯にもどのように動くのか注目です。
今年もアジア最大級のグローバルカンファレンス WebX の季節がやってまいりました。いつもこのチャンネルで取り上げている世界の著名人、また日本の豪華ゲスト、堀江貴文さん、テスタさんなど出演予定となっています。概要欄のリンクからディスカウントコードを入れてチケットをお求めいただくと、割引価格からさらに 20% オフでチケットを購入できますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。あとイーサーですね。イーサーの価格は現在4530ドル、BTC 建ては 0.0383。先物の方では、大岩全体でマイナス 2.51%、643億ドル相当。ETF は現時点ではプラス 0.6 億ドル相当。香港はマイナス 0.02 イーサと、若干のマイナスとなっています。イーサ関連の話題では、イーサのステーキングのシェアが、リドが 24.4% まで低下してまして、一時の 30% 以上と比べると、一点集中が緩和されていることからですね、分散性の向上ということで、これはポジティブに捉えられるんですけど、一方でイーサのバリデータのエグゼット級が急増しているのも注目されてまして、これはステーキング解除の動きが多いことから、売り安要因として捉えられるのかなと思います。イーサの BTC 建てはビットコインが下がったタイミングで0.0394まで上昇したんですけど、その後はしぼんでます。このビットコイン準備金への期待が収まった後にアルトに期待が移るのかというのが焦点になりそうですけど、現時点では他のアルトもしぼんでますね。で、BTC 建ても、私はね、この当初の予想よりも想定以上に伸びてるんですけど、この調整のタイミングで一緒にしぼむのか、それとも 0.04 も突破するのか、こちらも本日21時半あたりの動きに注目です。あとその他の動向では、全米銀行協会 ABA などの52の銀行団体がジニアス法のステーブルコイン利払い規制の不備を指摘、修正を要求しています。で、このステーブルコインの利払い規制はですね、ステーブルコインの発行者が保有者に利息を支払うことを制限するものとされてるんですけど、現在の内容だとですね、取引所が規制を回避できるようになっていると。またステーブルコインが決済手段から価値保存手段に変わることで預金流出懸念も生まれる可能性があるということで、修正を要求してますね。米国の政府はステーブルの方に舵切ってますけども、銀行側はまだなんとかポジションを守ろうとしている、そんな状況なのかなと思います。あとは米財務省がロシアの取引所ギャランテックスや関連企業に制裁。こちらは以前からマネロン疑惑で問題視されてたロシアの取引所に対しての米国の制裁となってますね。あとはジェミニがセルフカストディアルウォレット、ジェミニウォレットをリリースしてたり、あとはブラジルの方で暗号通貨業界に関わる男性の母親が誘拐されて身代金 5BTC を要求した男女4人が逮捕されたりしてるのも話題になってますね。あとアルト関連では、まずソラナの現物 ETF の可否が2つ延期となってます。対象はビットワイズ20アシャーズの ETF ですね。次回期日は、10月16日とされています。あとは不正流出被害に遭った GMX がユーザーに対しての保証を決定してたり、あとはビットコイン L2 ビットレイヤーがトークンセールで500万ドル調達を完了してたり、あとは RW 系企業のディナリが RW 特化の L1 の立ち上げを発表。こちらはアバランチの技術を採用しての立ち上げとされています。こちらの今後の進捗にも注目です。アルトのチャート的にはですね、上位アルト全般下がってますけど、XRP も再度3ドルの攻防となっています。で、日足で見ると、8月24日あたりの、転換点までのこのレンジをですね、綺麗に沿った展開となっています。こちらも反発できるのか注目です。あと、ソラナも200ドル突破して話題になりましたけど、再度調整となっています。こちらは前回上値更新してますけども、サポートは170ドルあたり余裕がある形ですね。こちらも反転できるのか注目です。今日はこのとこですかね。昨日ビットコインが AT 値更新してから一気にネガティブなファンダが出た印象ありますけど、米小売通過後にどうなるのか注目です。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。